闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はファイアブレスを入手して、破壊スキルを上げたところで終わったんやったな。ほとんどジェナッサに戦ってもらってただけだったけどね。まだクールタイムが長すぎて使い物にならんから、今回はまずファイアブレスをまともに使えるようにするところから始めていくで、よろしくお願いします。まずは聖職者が欲しいから回復スキルを鍛えるで、ウィンターホールド大学ってことはコレット先生に訓練してもらうの？回復スキルは結局それが一番楽やからな。ただスキルトレーナーからの訓練は1レベルごとに5回までしかできんから、5回訓練を受けたらレベルアップするで、前回破壊スキルを60まで上げたから、本来なら連続で何回もレベルアップしてまうはずなんやけど、上昇するステータスを選択した直後にキャンセルを押すと、次のステータス選択画面が出てきたけど、失敗や。まあこんな感じで、本来なら経験値が溜まっとると、レベルアップした直後にまたステータス選択画面が出て、レベルアップが終わるまでスキルツリー画面を抜けられんのや、ロードしてやり直して、今度こそタイミングよくキャンセルを押すで。するとこの通り、1回だけレベルアップしてスキルツリー画面を抜けられるんや。訓練の回数を無駄にしないためによく使われるテクニックだね。タイミングがシビアやから事前のセーブは必須やけど、これを繰り返して回復スキルをどんどん訓練してもらうで、当然途中でお金がなくなるわけやけど、その場合は解き放たれた陶器を使うで。使うって何に？これを一瞬だけ当てて、点灯した隙にすり取れば確実に訓練費用を取り返せるんや。スキル稼ぎにも使える、スリにも使える。解き放たれた陶器は万能魔法やな。戦闘で使え。そういえばこのレベルアップキャンセルやけど、最近ある事実が発覚したんや。どうもキーボード操作だとできないらしい。キーボード操作の場合、スキルツリー画面を抜ける前にもう一度ステータス選択画面が出てしまうんや。せやから最低でも2レベル同時に上がってしまうわけやな。そんなことあるんだ。せやからキーボードでプレイしてる人は、一時的にコントローラーに切り替えるか、もしくは別の手段で回復スキル上げてくれ。そんなんいい加減な。一応2レベルごとに訓練は受けられるわけやから、40くらいまでは自力で上げて、その後は訓練を受ける形にすれば、キーボード操作でもそこまで苦労せず回復スキル70まで上げられるはずや。ほい、回復スキル70達成やで。ほんじゃレベルを上げてパークを取得するで。ステータスはすべて体力につぎ込むで。他のステータスは上げなくていいの？マジカはいらんし、スタミナもなくても死ぬわけがないしな。そか、ほんじゃ聖職者と炎強化を2段階まで取得や。これで血虫の兜と聖職者が揃ったから、自分への扶持効果を 1.56 倍に強化できるで。強い。ストームベアの鎧とタロスのアミュレットを付け直して、タロスの祠を調べ直すと、ファイアブレスのクールタイムが2秒まで縮まったで。これだけクールタイムが縮めばファイアブレスだけで戦うことも可能になるで。ついでにダメージも見ておこう。だいたい20くらいやな。弱い。まあレジェンダリーやし多少はな。次はドラゴンボーンの消熱を取りにソルスセイムに行くで。もうソルスセイム行くの？このビルドはドラゴンボーンの消熱ありきみたいなとこあるからな。多少無理してでも早めに欲しいんや。普通ならグレイビアードと会った後に信者に襲われてその後ソルスセイムに行くっちゅう流れになるんやけど、実は今の段階でもドラゴンボーンのクエストを始めることはできるんや。ソルスセイムに着いたらいきなり北端のサイリングツウォッチに向かうで。本来だったらミラークセイドをクリア後に向かうところだね。せっかくドラゴンがおるんやし、ファイアブレスの性能を確かめてみるで。これどれくらいのダメージ出てるの？9やな。9。これ、レジェンダリーやから、これさ、ファイアブレス使わないで殴ってるだけの方が強いんじゃない？まあ今回はたまたま炎タイプのドラゴンを引いてしまったから、相性が悪かったが、ドラゴンの半分は炎タイプなんだよな。ドラゴンを倒したら、言葉の壁から服従の一言目を覚えるで、野ざらしになってるからクエスト始めないでも覚えられるんだね。そしたらそれを風の岩にぶつけると、ルーカーが出現するからそいつも倒すで。ルーカーの魔法耐性があるからダメージが通りにくいんやけど、見ての通り、ひるみ効果があるから一方的に攻撃できるで。そっか、ひるみ効果もあったっけ。ルーカーを倒したらスコール村に行って、ストルンに話しかけると、ミラーク聖堂のクエストが発生するで。あとはミラーク聖堂に行けば普通にクエストを進められるっちゅうわけや。こういう順序でも進められるんだ。ここの敵も基本ダッシュでスルーするで。クリアもいるし、倒していけばいいんじゃない？まあここはさすがに倒しながら進んだ方が安全やと思うんやけど、このビルドの本領はドラゴンボーンの消熱が手に入ってからやから、それまではあんまり戦っても動画の趣旨にそぐわんのよな。ドラゴンアスペクトの壁近くに出てくるドラウグルは倒さんと進めんから、ここはちゃんと倒してくで。ドラゴンやルーカー相手やとあんまり振るわんかったが、アンデッド相手ならかなりのダメージを出せるで。ただのドラウグルなら一
発で倒せるみたいだね。一発あたり60ダメージぐらい入っとるからな。レジェンダリーで60ってことは、ノーマルやと240やな。おう、結構いいダメージだね。血虫の兜と聖職者で、アンデッドに対するダメージが上がったおかげやな。特に聖職者には魔法の持続時間を 1.5 倍にする効果もあるから、炎上の持続時間も延長されて、かなりダメージを引き上げてくれるんや。持続時間の延長って、補助魔法の効果時間を伸ばすって意味に捉えてたけど、ダメージを与えられる時間も 1.5 倍になるから、結局ダメージの上昇になるんだね。特に炎上効果と相性がいいみたいで、物によっては聖職者を取るだけでダメージが2倍以上になることもあるで。いや、それはおかしい。うちもおかしいとは思うが実際にそうなっとるんよ。左右に着いたら黒の将を呼んで、ストルンから話を聞いて、ネロスと会って、チャルダックを攻略するで、まあ攻略中でもここもひたすら逃げるだけやけどな。なんかこの動画逃げてばっかじゃない。あと少しの辛抱やから、クリアしたら黒の将を呼んで、手紙の書き方に関する見識攻略開始やで、まあ攻略中でもここも逃げるだけやけどな。またか、シーカーのファイアブレス当ててもひるまんし、魔法も痛いし、戦ったら普通に負けてまうんや。まあ本来だったらもっと準備整えてから来るべき場所だしね。ほい、最深部に到着や、ここの台の上に魂入りの黒鉱石が落ちとるから拾っていくで。そういえばまだ吸血鬼のままだったね。ほんじゃはじめアスモラの長話を聞いて、ほい、ドラゴンボーンの消熱ゲットやで。ファイアブレスで敵を倒すとウィルムが召喚されるボーナスだね。でもこれってさ、敵を倒した後じゃないと効果が発揮されないわけでしょ。使える場面って限られるんじゃないの？これ単体やとそうやな。ちゅうわけやから、これからこのビルドを支える両輪のもう片方を取りに行くで。もう片方。ちゅうわけで不死の亡霊を入手しに儀式の石碑まで来たで。不死の亡霊。性能は後で説明するとして、とりあえず呪文書を拾ってさっさと逃げるで。普通に見せても買えるんやけど、簡単に拾えるし今回は拾って済ませるで。で、これが不死の亡霊の効果やで。全マジカを消費し不死の亡霊を60秒間召喚する。亡霊のステータスは消費したマジカの2倍となる。つまり、どういうこと？まあこれは実際に使ってみんとわかりにくいよな。とりあえず召喚してみるで。ほい、こんな感じで召喚そのものにはマジカを消費せんのやけど、召喚が終わった後にマジカが全てなくなるっちゅう順序になるで。ふむ、ほんじゃ体力を見てみるで。ほい、230やな。あれ、消費したマジカの2倍だから200じゃないの。説明文読んでもわかりにくいが、実際には消費したマジカの2倍プラス30の不死の亡霊の体力になるで。次はマジカが減った状態で召喚してみるで。今度は召喚前のマジカが10やったから、不死の亡霊の体力は50程度になったで。なるほど。マジカが低くても召喚自体はできるけど、その分体力が低くなっちゃうんだね。そういうことや、どんなにマジカが低くても、最低でも体力30のしもべを呼び出せる。これが不死の亡霊の特徴や。面白いけど、これがファイアブレスとどういう関係があるの？こうやで。ドラゴンボーンの消熱のウィルム召喚は何も敵を倒した時限定やない。自分で召喚したしもべを倒した時にも有効なんや。おう、どんどんウィルムが増えていくね。ただ自分で召喚したしもべをファイアブレスで倒そうと思うと問題が2つ生じるんや。問題1つは召喚するのにマジカが必要になるという点。もう1つは呼び出されたしもべが意外と硬くてファイアブレスで体力を削りきれないという点や。あれ、それって。そう、不死の亡霊ならこの2つの問題が完全にクリアされるんや。そっか、マジカがないと体力が低くなるって欠点がむしろプラスに働くのか。これがうちが今回考えてきたビルド。亡霊瞬殺ビルドや。なるほど。これがやりたかったからドラゴンボーンの消熱を優先して取ったのか。ほんじゃ、今回はここまでやで。今回でようやく亡霊の意味が明らかになったね。これでこのビルドも最低限形にはなったから、ようやくまともに戦えるようになるで。それで次回はどうするの？次回はこのビルドで実際に戦いながら、有効なパークやボーナスを集めていくで。ちゅうわけやから興味があったらフォロー、チャンネル登録よろしくやで。いいね、高評価もお願いします。ではまた次回。